さて、今日はデータサイエンスと医学が出会う、もうめちゃくちゃ面白い世界に皆さんと一緒に飛び込んでみたいと思います。まず最初に、これ僕たち全員の未来に関わるとっても大きな問いから始めてみたいと思うんですよね。答えはあまりにも長すぎる。でもそれも変わりつつあるんですね。今までのやり方って本当に信じられないくらい時間がかかってコストも莫大だったんですよ。でも今 AI の力で静かにでも確実に革命が起きてるんです。じゃあその革命がなぜ必要なのかですよね。まずは科学者たちがもう何十年もぶつかってきたとてつもなく大きな壁、その問題点から見ていきましょうか。新薬を見つけるっていうのは本当に広い星草の山からたった一本の針を探すようなものだったんです。科学とか生物学とかいろんな知識を使うんですけど、最後はもう運に頼るしかないみたいな、本当に気の遠くなるような作業だったんですよね。でももしですよ、その星草の山に宝の地図みたいなものがあったらどう思います？そこで登場するのがこのチェンブルと呼ばれるものすごく巨大なオープンデータのライブラリーなんです。そうですね。巨大な公共図書館をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。そこにずらーっと並んでる本、その一冊一冊が薬の候補になるかもしれない物質の実験結果をものすごく詳しく記録している、そんな感じなんです。もちろんこんなすごいものが一夜にしてできたわけじゃないんですよ。もともとはある企業の小さなデータベースだったんですけど、それが公的な資金を得て、今では世界中の科学者が使えるもう本当に強力なリソースにまで成長したっていうちゃんとした歴史があるんですね。さてじゃあこのデータベース、一体何がそんなにすごいのか。まずはそのスケール感から見ていきましょう。驚きますよ。なんと60万種類を超えるそれぞれ全く違う化学構造を持った化合物がまず記録されてるんです。でも話はそれだけじゃないんです。この膨大な数の化合物、その一つ一つが病気の原因になるタンパク質とか、そういう体の中のターゲット8000種類以上に対してどういうふうに作用するのか、全部テストされてきたんですよ。そしてその結果がこれです。見てください。およそ300万件。ものすごい数の生物活性データです。つまりどの化合物がどのターゲットにどう影響したかっていう情報が全部詰まってる。これこそが AI を動かすためのもう最高の燃料になるわけです。さてこんなに巨大なデータの鉱脈が見つかったわけですけど、問題は科学者たちはどうやってこの宝を効率的に掘り出すのかですよね。そこで彼らが使うのが専門のツールなんですけど、これが言ってみればデータベースに直接つながる超高速のパイプラインみたいなものなんです。プログラミングでほんの数行コードを書くだけで、あの膨大なデータの中から自分が必要な情報だけを一瞬で取り出すことができるんですよ。ただですね、掘り出したばかりのデータっていうのはまだ原石みたいな状態なんです。AI が本当に賢く学習するためには、これをきれいに磨き上げていらないものを取り除いてあげる必要がある。まさに原石から純金を作り出すようなものすごく大事なプロセスが待ってるわけです。これどういうことかっていうと、どんなにすごい AI があったとしても元になるデータがぐちゃぐちゃだったらもう全く意味がないってことなんです。だからこの準備段階、データのクレンジングこそがプロジェクトが成功するかどうかの最初の、そして最大の鍵を握ってるんですね。じゃあその生成プロセスって具体的に何をするのか。大きく分けて4つの重要なステップがあるんです。これでデータを正確で一貫性のある AI が最高のパフォーマンスを発揮できる状態にしていくんですね。この中でも特に大事なのが IC50 っていう値を PIC50 っていう値に変換する作業です。ちょっと専門的ですけど、これをやることで AI は薬の効き目の強さをまるで人間が物差しで長さを測るみたいにすごく直感的に、しかも正確に理解できるようになるんです。さあ、これでデータがピカピカの純金みたいになりました。次はいよいよこのデータを AI が学ぶためのいわば究極の教科書にまとめて創薬のルールを叩き込む番です。そのためにまずやることがあります。分子の一つ一つの形をコンピューターが理解できる唯一の言葉、これスマイルズって言うんですけど、この特別な文字列に翻訳してあげる必要があるんです。そして AI に渡されるのがこのすごくシンプルな表です。左側に分子の形を表すスマイルズがあって、右側にその効き目の強さ
PIC50 がある。この形の分子はこれくらいの強さですよっていう、もう事実だけが並んだリストですね。AI はこの教科書をもうとんでもないスピードで読み込んでいくんです。そして何百万っていうデータの中に隠されているパターンを自力で見つけ出していく。言うならば、成功する薬にはどんな特徴があるのか、その科学の文法みたいなものを独学でマスターしちゃうわけです。では、ここまで見てきたこと全部が最終的に僕たちにとって一体どういう意味を持つんでしょうか。はっきり言えるのは、この一連のプロセスが新しい薬が生まれるまでの道のりをもう根本から変えようとしているということです。今日の話のポイントをまとめると、まずどんなに強力な AI も質の高いデータという燃料がなければただの箱に過ぎないってこと。そしてチェンブルのような巨大な公共ライブラリーがその燃料を世界中の誰もが使えるようにしてくれている。さらにそのデータをちゃんと準備することが何より大事。このプロセスがあるからこそコンピューターが有望な新薬の候補を予測できるようになったんです。これこそが今回の革命の心臓部なんですね。この技術は今まで不可能だって諦められていたような病気の治療にも道を開くかもしれない、とてつもない可能性を秘めてるんです。だからこそ最後にこの問いを皆さんと一緒に考えてみたい。かつてない速さで薬を予測できるようになった今、僕たちが次に取り組むべき不治の病って一体何だと思いますか？